4月9日の天気予報は晴れ。まだ春スキーができる場所があるのでどうしようかなと思ったんですが、桜が満開ということなので八幡山公園に行くことにしました。八幡山公園は宇都宮市の中心、栃木県庁の北にある人気のお花見スポットです。公園の駐車場が3つあるんですが、お花見の時期は混雑するので臨時駐車場が用意されています。競輪場通りを西に進んで見えてきたサンドライさんの前を右折すると19番駐車場です。私は公園の西駐車場を目指すので一丁さんの次の信号を左折したんですが、この定時路の100メートル先に見える米田コーヒー店さんの向かい側が24番駐車場です。昭和小学校前にある昭和歩道橋を目指して県庁西通りを南下します。下調べをしてから行かないとこの入り口は分かりづらいかもしれません。ギリギリすれ違えるかすれ違えないくらいの細い道を進みます。開門時刻の1時間前に着いたんですが、門は開いていました。西駐車場の収容台数は50台ですが、一部は軽自動車専用です。昼間はこんな感じで満車になります。警備員さんが閉園時刻まで交通整理していました。わかりやすい場所にある東駐車場の収容台数は20台。当然満車になります。東駐車場はすぐに満車になりますが、隣に個人経営の駐車場が例年営業されているようです。私も去年利用させていただきました。思いやり駐車場はお花見会場に隣接していますが、健常者は利用できません。公園は道路を隔てて東西に分かれています。東側は子供用の遊具が設置されているアドベンチャー遊と小中学生向けのゴーカート。有名なお花見スポットは西側のエリアにあります。東西エリア間をつないでいるのがこのアドベンチャーブリッジです。先ほどご紹介した東駐車場はこの下の道路沿いにあります。アドベンチャー U の遊具は桜の花に覆われていました。ゴーカートに乗れるのは3歳から中学生まで。小学校2年生以下と身長140センチ未満は付き添いの人が必要です。市が発行しているガイドマップでは交通ルールを勉強しようということになっていて、コースには交通標識なんかもあるんですが、相互通行の区間にこの標識がある時点でどれくらい本気なのかはよくわかりません。西側エリアの南端には八幡宮という神社があって公園の名前の由来になっています。南端には動物広場もあって鶴、亀、カピバラ、クジャクなどを見ることができました。お花見エリアに向かいます。八幡山公園のシンボル宇都宮タワーはテレビ電波を中継する電波塔です。有料で展望台に登ることができます。普段は午前9時から午後4時半までですが、お花見期間の4月3日から4月13日までは午後8時まで延長営業しています。運が良ければ富士山やスカイツリーも見えるそうです。八幡山公園の歴史は古く、最初は個人の所有だったそうです。明治39年、塩田宝一郎さんが開発して塩田園を開きました。その後、宇都宮市が譲り受け、1927年、昭和2年に八幡山公園として開園しました。現在、桜は800本、ツツジは700株植えられているそうです。
開園が1927年ということは今年で98年。再来年の2027年、令和9年には開園100周年を迎えることになります。現在、宇都宮市では八幡山公園魅力向上事業として公園をリニューアルする計画が進行しているようです。井上真央さんが司会を務める教えていいとこ宇都宮という番組の中で公園管理課の方が説明していたんですが、この日私が利用させていただいた西駐車場の周辺を工事してカフェレストランやツリーハウス、キノコタワーという施設ができるそうです。番組は YouTube で公開されているので概要欄に URL を貼っておきます。宇都宮市のホームページで公開されている資料を見ると、今後のスケジュールとして、令和8年3月以降に業者さんとの契約締結、令和9年3月に供用開始となっています。はっきりと書いてあるわけではないんですが、都合よく解釈すると、来年のお花見の時期が過ぎたら工事が始まって、再来年のお花見の時期には新しい施設が出来上がっているっていうことかななんて勝手に考えました。楽しみですね。今回八幡山公園にお邪魔して気づいたことがあります。当たり前と言われてしまえばその通りかもしれないんですが、ゴミが一つも落ちていなかったんです。これだけたくさんの屋台が並んで食べ物が売れていて、家族や会社の仲間と一緒に見れた皆さんが思い思いの場所に腰掛けたりシートを敷いて連会をしているのに、どこにもゴミが落ちていないんです。かといってゴミ箱も見かけませんでした。ということは皆さん自分のゴミは持ち帰ったということです。八幡山公園のホームページにはゴミはお持ち帰りくださいと書いてあります。ルールを守るのは当然なんですが、これだけたくさんの人がめいめいに大騒ぎしながら一糸乱れずルールを守っているのってすごくないですか？ゴミを拾い集める担当のスタッフさんをお見かけしたんですが、手に持っているゴミ袋はとても小さくて、ゴミがなかなか見つからない様子でした。こんなことで感心しているのは私だけだったのかもしれませんが、どんな時にも節度を守って楽しむというマナーの良さを目の当たりにして、なんだか清々しく嬉しい気持ちになりました。毎日のように世知辛いニュースが聞こえ、SNS では暴力的なシーンが流れ、地域によっては急激に治安が悪化しているという話も聞きます。でもこの日見た八幡山公園はとても平和な世界でした。次の100年も平和な八幡山公園が続くといいなと思いました。100人100様、皆さんいろいろな楽しみ方をしていたようです。ブラブラする人、段差に腰掛けて食べている人、シートを敷いて宴会をしている人、走っている人、スマホに向かって踊っている人、代わる代わるポーズを決めて一日中写真を撮っている人、
テーブルの上に機械を並べて、今日は八幡山公園に来てますって叫んでいる人、カメラを持ってうろうろしている人。本当にいろいろだなって思いました。この後、夜になってからもう一度宇都宮タワーに登りました。その頃には学校帰りの学生さんの姿も多くなっていました。私の前には高校生のカップルが並んでいて、後から来た私も含め3人でエレベーターに乗ることになりました。エレベーターが開くと、係の人が高校生に2番のボタンと閉まるのボタンを押してくださいって説明したんですが、高校生は聞く耳を持たず、早速窓に張り付いて夜景を見る体勢になっていました。気持ちはわかります。もちろん後から入った私がボタンを2つ押してあげました。上の階に着くまでの20秒間、2人の姿を生温かい目で見守ることもなく、背中を向けてひたすら気配を消していました。上の階に着いたら夜景を撮りまくろうと思っていたんですが、なかなかうまくいきません。どうやってもカメラの前面についている LED が映り込んでしまいます。ガラス越しに夜景を撮るのは至難の業ですね。最後に八幡山公園の夜景をお送りします。日没直前の6時2分にチャイムが鳴って、園内の照明は一斉に点灯しました。日没といっても空はまだ明るくて、暗くなるまでにはもう少し時間がかかりました。気が長くなりましたね。7時半になると、もうすぐ閉園ですというアナウンスが流れました。でも人出はむしろ増えていて、そろそろ帰ろうという雰囲気は全くありませんでした。本当に8時で閉園できたんでしょうか。駐車場の門が閉まっては困るので、私は急いで駐車場に向かいました。動画は以上です。ご視聴くださりありがとうございました。